こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は、パワー BI 応用7筋電図の分析後半をお送りします。筋電図分析の前半では、スライドに示す赤枠のデータをもとに、緑色枠の分析値を Python で作成しました。作成された列は、経過時間秒を SEC 列、基線を0にシフトした弦は K を EMG01 列、この整流波形を R_EMG01、整流波形の21項移動平均を M_AV 列、区間ごとの積分値を IEMG01 列として作成しました。今回は、この分析値をグラフ化して表示し、任意の区間の分析値を算出する方法について紹介します。分析画面は2画面に分かれています。この画面の上は、取り込まれた筋電図の弦は K を示しています。下の図は、基線を0にした EMG 波形です。この画面では、X 軸に SEC 列、Y 軸に EMG01 を表示しています。また、この画面にはスライサーと複数表示のカードを配置しています。分析値は、表示区間の時間、SEC アンダーラインレンジ、最大値、マックス、最小値、ミン、振幅、アンプリチュードは最大値から最小値を引いたものを表示しています。これらの分析値は、スライダーを操作することによって再集計されて変化していきます。こちらは分析値の表示方法を示しています。分析値の表示は、複数の行のカードのビジュアルを使用しています。フィールドはメジャー、SEC アンダーラインレンジ、マックス、ミン、アンプリチュードを配置しています。また、スライサーには SEC を使用しています。こちらは追加したメジャーとなります。メジャーの作成は、メジャーツールより新しいメジャーを選択すると、式の入力欄が表示されますので、ここに示す式を入力します。入力する式は、SEC アンダーラインレンジでは、表示区間の最大値より最小値を引いたものとなります。また、MAX は EMG01 の最大値を求めます。同様に、MIN は EMG01 の最小値となります。アンプリチュードは EMG01 の最大値から最小値を引いたものとします。こちらは分析画面の2ページ目です。この画面では、上に整流波形を下には、21項移動平均処理を行った整流波形を表示しています。上の図の Y 軸を R_EMG01、下の図は M_AV 列としています。分析値の表示は、スライダーで表示区間を調整し、上の分析値表示で表示区間の時間、SEC アンダーラインレンジ、表示区間の積分値、1秒あたりの積分値アンダーライン秒を表示します。分析値の表示方法は、下にスライサー、上に複数の行のカードを配置し、カードには新しく作成した積分値、1秒あたりの積分値と SEC アンダーラインレンジを表示しています。こちらが分析の表示に用いたメジャーとなります。上の SEC アンダーラインレンジについては、先ほどの作成したメジャーをそのまま使います。積分値は IEMG01 の合計値とします。また1秒あたりの積分値アンダーライン秒は、積分値を SEC アンダーラインレンジで割った値とします。前回作成したナンバーと EMG、この2つを使って、秒と、そしてこちらの方ですね、オフセットを解消した、基線を0とした波形、そして、整流波形、移動平均、積分値、これを使って今回は分析画面を作ります。このような形で、こちらが原波形になります。で、こちらの方が基線を0とした EMG 波形ですね。そして、これにスライサーをここに、用意して、このスライサーをこう動かすことによって波形を表示区間を設定していきます。そうするとこう上の方の分析値ですね、時間、そして、最大値、最小値、そして振幅をですね、自動計算するようになってます。
を動かすと、ここが変わるというような形ですね。それからこれを整理した波形をこちらの方に表示しています。そして下の方がですね、21個移動平均の値になります。そして、この分析画面でもスライサーをこう動かすと、こういうような形で波形が変わって積分値の合計値ですね。そして、秒あたりの積分値が分析できるようになっています。これはいずれもですね、こちらの方のメジャーを使用することによって計算しています。こちらの方ですね。例えば最大値はこういう形でマックス関数を用いています。そして、こちらのセックレンジというのは秒の最大値と秒の最小値を引いた区間が何秒であるかというのをこのメジャーで、計算しています。積分値のメジャーは、IEMG01 の合計値が積分値ですね。そして秒あたりの積分値は積分値を秒で、この表示区間の時間で割った値が積分値の秒ということになります。